まず喉が痒くなり、やがて咳が出始めます。筋肉痛が始まり、イライラしたり食欲が減ります。はい、間違いなく風邪です。次々と現れる辛い症状から察すると、感染が体のあちこちで悪さをしているのでしょう。でも実際にそうでしょうか。気分が悪くなる本当の理由は何でしょうか。あなたの体そのものが悪質な猛撃の張本人だとしたら、体内に風邪ウイルスなどの病原体が侵入し、細胞を殺すことでまず具合が悪くなります。しかしこの侵入にはもう一つの効果があります。免疫システムにあなたの状態を警告するのです。感染したと気づいた途端、体は防衛態勢に入ります。マクロファージという細胞が第一線で攻撃を始め、ウイルスと感染した細胞を探し破壊します。その後、マクロファージはサイトカインというタンパク質を放出します。サイトカインは免疫システムからウイルスを破壊する細胞を呼び寄せ組織します。この連携プレーが十分強ければ、感染症は本人が気づく前に一掃されてしまうでしょう。しかしこれは戦闘態勢に入る準備に過ぎないのです。場合によってウイルスはさらに進行し、血流や重要な臓器にも侵入します。この危険を回避するために、私たちの免疫システムはより強力な攻撃を脳との連携で仕掛ける必要があります。そこで不快な症状が発生するのです。体が痛み始め、眠くなります。ではなぜこういった体験をするのでしょうか。免疫システムが猛攻撃を受けると、サイトカインがさらに分泌されます。そして2つの反応が現れます。まず、体中の迷走神経を通じて痛みを処理する重要な部位の近くを通り、いち早く脳幹に情報を発信します。次にサイトカインが体内を巡り、体温や喉の渇き、空腹、睡眠などを制御する脳の視床下部に到達します。その情報を受け取ると、視床下部は別の分子を作ります。プロスタグランジン E2 と呼ばれ、視床下部を戦闘状態にします。すると視床下部は筋肉に収縮するよう指令を送り、体温を上げるのです。眠くもなります。そして食欲と狡猾感がなくなります。しかし不快な症状の目的は何なのでしょう。明確には分かってないのですが、回復を促すためだとも考えられています。体温の上昇は細菌の活動を減らし、免疫システムの病原体破壊を支援します。睡眠はエネルギーを感染と戦うことに優先させます。食べることを休むと、肝臓は血液中の鉄分を多く取り込みます。鉄分は細菌の生存に不可欠なので、こうして細菌を飢餓状態にします。狡猾感が減ると軽度の脱水症状になり、くしゃみ、咳、嘔吐、下痢を減らし、さらなる伝染を減らします。しかし過度の脱水症状は危険を伴います。痛みがあると身体が敏感になりますが、悪化する、あるいは病状の根源かもしれない感染した切り傷に注意を喚起させます。身体的な症状に加え、病気は気分をイライラさせたり、落ち込んだり、錯乱させたりもします。サイトカインやプロスタグランジンは脳内の高次の組織に到達し、神経伝達物質の活性を阻害します。グルタミン酸とかエンドルフィン、セロトニン、ドーパミンといった物質です。それによって感情を調節する大脳辺縁系や論理的思考に関わる大脳皮質に影響を与えます。ですから実際には病気にかかった時の不快な症状の多くは免疫反応によって起きているのです。残念ながらその機能は完璧ではありません。特に世界中の何百万人もの人が自己免疫疾患に苦しんでいます。身体は正常な状態なのに免疫機能が脅威とみなし、自分の身体を攻撃するのです。しかし何百万年という進化を経て免疫機能は微調整されているので、人類の大半では身体にとって悪いことより良いことをしてくれます。病気の症状は不快なものですが、これは人類の進化の賜物であり、今後何世紀にもわたり外界の脅威から私たちの体を守り続けてくれるでしょう。自分の体についてよくわからないと感じたことはありませんか？このチャンネルに登録して抜け毛や筋肉の発達、なぜ体のあちこちに体毛が生えるのかなど様々なことについて学びましょう。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。